これは背中、俺の背中。今日話すのはセネカ。皆さんこんにちは、時丸です。今日はセネカに学ぶミニマリズムっていうことで、セネカについて話していきたいと思います。哲学とか古代哲学好きな人はね、よくセネカとか引き合いに出すと思いますけど、ストア派の哲学者ですね。そもそもセネカからミニマリズムなんて学べるのかっていうね、ちょっとそのあたりを深掘りしていきたいと思います。で、結論を言うと、セネカから学べる一番のポイントっていうのは、少ないもので生きるっていうよりかは、少ない欲望で生きる。それについてなんか徹底的に考えた人だなと思っていますね。で、そもそもセネカって何者かってとこからちょっと話したいんですけど、で、僕もフルネーム知らなくて、ルキウス・アンナエウス・セネカ。ルキウス・アンナエウス・セネカっていうらしいですね。で、時代的には紀元前4年頃から生まれて、で、西暦65年ぐらいまで活躍した生きた哲学者ですね。で、ローマ帝国時代の哲学者です。いわゆるストア派っていう流派に分類されるんですけど、政治家でもありながら劇作家でもあったと。だからいろんな側面を持っていた人だと言えます。それから当時の皇帝であるネロという皇帝の教育係とか、ブレーンを務めたともされていて、かつ大富豪だった人物です。はい、ここが結構ポイントですね。セネカって金持ちだったんですよ。超金持ちだったんですよね。ここが一つのポイントになるかなと思います。セネカから学べる5つのポイントをちょっと分けて考えていきます。まずセネカは、時間こそが唯一の資産であるっていう、本当の資産であるっていう考え方をしました。人生の短さについてっていう本の中で、人生が短いのではなくて、自分の時間の使い方が無駄なんだっていう、無駄な使い方をしてるだけなんだっていう話をしています。この自然界は本当に必要な時間をもうすでに与えているのに、その時間の使い方がうまくないから時間がないように、人生が短いように思えるんだっていう話ですね。時間が大事っていうのは僕もよく話してますけど、やっぱりここは共通していて、お金よりもまず時間の使い方を最適化することがポイントだっていうことですね。忙しくしていると、なんとなくそれで充実しているなって感じて、時間が早く過ぎるなって思うことあるかもしれないんですけど、そうではなくて、その時間の使い方がちゃんと自分のいい投資先になっているかということを考えるということです。過去にね、違う文脈で話しているんですけどね、やっぱり何かお金を貯めたいとか、お金が欲しいっていう気持ちが出てきた時に、やっぱりとりあえず仕事を増やしたりとか、みんなバイトやったりとか、新しい仕事を何個も掛け持ちしてね、やったりするんですけど、そうすると結局時間がなくなりますよね。で、結局お金を貯めてやりたいことって何かっていうと、時間を作って、例えば旅行に行ったりとか、なんかゆっくりしたりとか、なんかそういうことだと思うんですよ。だいたい余暇を楽しむためにお金を貯めてるみたいな。それだったら先に仕事を減らせば、もう時間っていうのは完全に手に入ると。で、結局その仕事をしまくってお金を貯めるっていうことは、一時的にはその収益っていうのは増えてお金は貯まるかもしれないんですけど、それを貯めたとして、それで結局それを、欲しいもの買ったりとか、何かその遊びに使ったりとか、旅行に行ったりとか、で、また使ってしまうと。で、使ってしまったらまた働かなければまたならないっていうね、そういう循環の繰り返しになるんですよね、結局。だから結局資産とかお金で買っているものは時間であり、時間が大事だっていうことです。だからこれをミニマリズム的な文脈に当てはめると、持ち物の断捨離よりも先に時間の断捨離をやれっていうね、なんかそういう感じがしますね。それは一日の時間の使い方を見直すことかもしれないし、1年間とか1週間とか、そういう自分のね、時間の使い方を見直すことかもしれません。その中で自分が何をしているのか、どういうことに時間を使っているのか、1時間も2時間も電車通勤することで疲弊していないかとか、無駄な飲食とか面白くない飲み会でお金とか時間を使っていないかとか、そういうことですね。やっぱそこを先に見直していくっていうことが大事だってことですね。2つ目のポイントとしては、やっぱり欲望を減らすこと。これがセネカの言っている結構大きなことになります。で、セネカの結構有名なフレーズにこういう言葉があります。貧しい人が貧しいのではなく、もっと欲しがる人が貧しいんだって。これは結構味わい深いですよね。貧しい人が貧しいんではなくて、もっと欲しがる人こそが貧しいんだっていうね。これはつまり貧しさっていうものを、その自分の所有物の量とか、お金の量とかではなくて、欲望の多さで定義し直しているって感じです。つまり欲望が多い状態っていうのは、いつもずっと欲しい。もっともっと欲しいっていう状態です。ブランド物のファッションをずっと永遠に買い漁るみたいなね、ルイ・グチ・ベルサーチみたいなね、もうこうみたいになってきますけども、ルイ・グチ・ベルサーチ買い漁って、まだまだ足りないとどんどん新作が毎年出てくる。だから買わなければならない。で、それでお金が必要で、また買っていく。そういうループですね。で、これは食事とか遊びとかギャンブルもそうです。もうずっと永遠にもう追い求められるようなもの、そういうものでこの世の中は溢れています。で、そういう状態になると常に欠乏状態になるんですよ。もう常に欠乏感。
いつまで経っても満たされないような状態ってことになります。しかし欲望が少ないっていうことは、もうその自分が持っているものだけで満たされているってことなので、自分が持っているものに満たされていれば、それ以上追い求めるっていうことがありません。なくなります。だから、そこはまあ一つ欲望の量が少ないっていうことですね。自分が持っているものとか、関係性とかお金とか、そういうものだけで満足ができるようになると、もうこれ以上っていうことがなくなるので、それこそが心の豊かさみたいなものとして、もうそこで終わりなので、もうじんわりとね、豊かになれるっていう感覚を得ることができる。で、この話は結構ミニマリズムとも親和性が高いですよね。やっぱりミニマリズムっていうものは、物を減らすっていうことがそもそもの目的ではないと思います。物を減らした先に得られる効果っていうものが、ミニマリズムの力だと思うので、結構それに近いところがあって、つまり物を減らすことによって自分の欲望の暴走を防ぐっていうのかな、自分の足るを知るっていうか、自分が持っているものだけで満足するっていうこと。だからそういう意味ではこれは結構ミニマリズム的な話につながるのかなと思いますね。3つ目は、シンプルライフと自発的貧困の勧めです。で、セネカはルキリウスへの手紙という書物の中で、あえて質素な生活をする。あえて自分から貧困的になっていくってことを勧めています。例えば質素な食事と質素な服で質素な住居でしばらく生活してみて、その時に自分がどう感じるのかを感じろっていう。で、そういうふうに実験的に自分のライフコストを下げるっていうのは、まさに自分が行っていることで、僕常々、このミニマリズムっていうものは実験であるし、常に過程であるっていう話をしてますよね。で、ツールであるっていう話もしてます。で、よくね、こういうザ・ステレオタイプのミニマリストみたいな、何もない部屋で、何も持たないっていう生活をしていると、ミニマリストってそんな楽しいんですかとか、もうちょっと貧しくてかわいそうとか、そういう結構ね、痛いコメントをね、よくいただくんですけど、僕ね、全部パロディでやってるんですよ。実験でやってるんですよ。だから、いわゆるギャグみたいなもので、ギャグみたいに生きてるんですよね。人生そのものがギャグっていうか、だからふざけてるでしょ、ずっと。だから楽しいんですよ、自分は。で、それをたまたまこの YouTube でお見せすることになっちゃってるっていう。で、そういう実験をやってると、自分が最悪の状態っていう時に、じゃあ自分はどういう風に振る舞うかみたいなシミュレーションができるんですよ。で、僕は実際に大学まで行って、新卒で入った会社を3ヶ月で辞めて、そこから社宅を追い出されて、ホームレスみたいな感じの生活を1ヶ月2ヶ月しました。もう仕事なくなったし、家も追い出されてなくなったし、で探して、で友達の家とか転々としながら、キャベツとうどんとか焼きそばの麺とかだけで食いつないだりとかしながら、そういうことをやってました。だから結構その経験が自分の今のエクストリームスタイルの実験につながっているとも思っているんですよね。生活のハードルを下げると、自分はここまで落ちても生きていけるっていうね、自信とか人間的な生命力みたいなものが溢れ出てくるんですよ。僕は結果的に最初はその自発的っていうよりかは強制的にね、そういう状態になったわけですけども、でもその時の経験があるからその後もなんとなく最低限の収入とか最低限の生活でも生きていけるっていうね、自信がつきました。だからこそバックパックに入るものだけでもう最低限のね、ミニマルな生活をするっていうことをもう楽にできるし、つまり自分からあえてその貧困的な生活とかダウングレードした生活に入ると、その普通っていうものがどういうものかっていうのを再確認、キャリブレーションできるんですよね。それは結局人間を取り戻すってことだと思ってます。結局人っていうのはやっぱりその年齢が経つにつれて会社とかの地位が上がっていったりとか、収入がどんどん増えていったりとか、そういうのでみんなね、生活レベル上げるんですよ。ずっと上げていく。だから家賃も上がるし、で食費とか食事も安っぽいものじゃ満足できなくなって、ちゃんと美味しいワインを求めたりとかね、こんなの美味しくないなって言ったりとか、そういう人ばっかですよね。どんどん年齢重ねると、もう私はいい年なんだから、これくらいのものを着なくちゃいけない。これくらいのものを食べなきゃいけない。またそういう感じになってくるんですよ。で、そういうことを続けていると、さっき話した欲望の罠っていうのに陥ることになります。だから結局その欲望の暴走を防ぐっていうところに繋がってくるんですけど、このセネカが言う自発的な貧しさっていうものは結構ミニマリズム的なね、要素がかなり強いと思いますね。このチャンネルでもね、買わないチャレンジやってみたりとか、いろんなね、実験やってますけど、いかにミニマルに服とか食事を減らしていくかとか、旅先での持ち物をいかに最適化するかとか、そういうところも全て実験的で、実はセネカが考えていたアプローチに結構近いものがあるっていうことです。4つ目は、心の静けさを保てっていうことです。で、これもセネカが書いてる書物の中で、友人のセレヌスっていう人がいるんですけど、その人の不安とか悩みについて、答えるっていうことをやっていて、セネカが。で、その中で、心の静けさを保つことがポイントだっていうことを論じています。で、その心の静けさを保つために何が必要かというと、ざっくり言うと、終わりのない仕事への没頭。
が一つ目。つまりもう永遠に忙しい状態、もう永遠に仕事し続ける状態、これをやめろって言ってます。二つ目は意味のない娯楽と社交への逃避。娯楽と社交なんで、遊びみたいなもんですよね。意味のない遊びみたいなもんですね。それから他人との比較と名声への執着。これも話しています。だから他人と比較すること、そしてやっぱ名声を追い求めること、そういうものっていうのはやっぱり心の平静を奪うものだって言ってますね。で、これは現代で考えてみれば、スマートフォンから来るもう永遠に鳴りやまない通知だったりとか、Google カレンダーの中に埋めまくってる予定まみれのスケジュールだったりとか、あとは SNS を無限スクロールすることとか、娯楽ね。なんかそういうことが全て当てはまると思います。だからこれはいつも話してるデジタルミニマリズムですよね、まさに。デジタルミニマリズムの文脈とかなり近いところがあるかなと思います。デジタルミニマリズム、デジタルデトックスみたいなものをすることによって、精神面を良くして、で、心の平静を保つっていうね、そういうことができるかなと思いますね。5つ目のポイントは、逆境や侮辱に心を占拠させないということです。で、これもセネカが書いてる書物の中で、理想的な賢者は侮辱とか不運によって傷つけられることはないっていうことを書いています。これは多くのストア派の人が言っていて、ストア派っていうものの結構メイン思想みたいなものになるんですけど、それはもう外部から来る自分がコントロールできないものはコントロールしないっていうことですね。結局他人の言動とか世の中で起きていることとか災害とかそういう自然のものとかそういうものは自分の力ではもうどうしようもならないことです。で、そういう自分の力ではどうしようもならないことに自分の幸福を依存させないっていうかな、そういう感じですね。そのコントロールできないものに自分の幸福を依存させると、例えば誰かがなんかこうなったからうわー楽しいとか、なんか太陽が出ているからうわー今日良かったとか、なんかもうそれだけに自分の幸せがコントロールされていくってことになるので、常に振り回されているような状態になります。で、一方で自分がコントロールできないものは放っておいて、自分がコントロールできる領域のことだけに集中してやっていれば、悩みとか不安って結構ね、なくなることが多いんですよね。で、かつ自分がやっていることだから、自分がちゃんと努力すれば、それがちゃんと成果として返ってくるし、だからそういう結果も見えやすかったりするので、それだけをね、集中してやることによって、不安も消えて、成功率も上がる、結果も出るみたいなことになるんで、ハッピーになるんですよ。やっぱり周りの自分がコントロールできないことに振り回されないってことがいかに大事かってことです。これをミニマリズム的に言うんだったら、感情の引き金みたいなものをミニマル化するってことですかね。人の意見とか、他人の評価とか、SNS で起きてるなんかの炎上とか、今現在流行していることとか、そういうところにいちいち心を引っ張られないっていうことですね。だから自分がその反応するスイッチを減らしていくっていうそういう感じです。6つ目は、セネカの哲学は、思考よりも日々のルーティンに重きを置いてるってことです。道徳書簡集というね、セネカの中では一番ぐらい有名な本ありますけど、その中では、対話形式、書簡の形式を取りながら、実はストア派の実践マニュアルみたいなものになっています。そういうものが書かれています。で、その中で書かれていることは、一日の終わりに、その日の一日の行動みたいなものをちゃんと振り返って内省する時間を持ちましょうっていう。で、他には将来の不安をあらかじめ想定しておこうとか、で、これは先ほど話した自発的貧困の話とも関わってくるんですけど、そういうふうな将来を想定するために今、いろんな実験をしていこうみたいな話だったりとか、あとは欲望の暴走を防ぐためにシンプルな日常生活を行うことが重要なんだってことを書いてたりします。だからそのセネカの思想っていうのは、何か書いて授業みたいなものをして、じゃあそれで終わりっていうわけではなくて、やっぱ日々の実践こそが、一つのね、考え方とか思考の体系を作っているっていうことですね。だからそういう意味では、ミニマリズムの実践とも近いところがあるかなと思います。ミニマリズムも結局何かをね、学んで、それで物を減らして、それで終わりじゃないですよね。結局だからやめるとか始めるとかないって話僕いつもしてますけど、だからミニマリストをやめるとか始めましたとかっていうのもないと思うんですよね。自然とそういう風な状態になっているってだけで、それにはやっぱりその日々の実践っていうのが大事で、毎日をどう生きるか。で、毎日を楽に楽しく生きるために、じゃあ何をするかっていう、そこを実験的にコツコツと毎日やっていくこと。だからそういう意味では結構セネカの実践とミニマリズムの実践は、なんとなく親和性が高いのかなと僕は感じました。はい。ということで、セネカから学べるミニマリズムを話してきたわけですけど、ちょっと最後に話しておきたいのは、セネカは、超富裕層だったってことですね。これ一番最初にも話しましたけど、超金持ちだったっていうことなんですよ。で、結構当時はそれで大金持ちのセネカみたいなことで批判もされていたらしいです。で、どのくらい富裕層だったかをちょっと調べてみたんですけど、推定で3億セルテルティウスっていう、
もうこれわけわかんないですよね。セルテルティウスっていう、そういう通貨だったんでしょうね。で、当時としてはもう桁違いの資産を持っていたと。で、それに加えて、もう多数の別荘とか土地を所有していて、だからもう超いろんな資産を持っていたと。で、その当時の人たちからもう偽善者ってね、いうふうに批判されたりとか、そういう記録も残っているらしいです。つまり言ってることはシンプルに暮らそうとか、欲望を抑制しようとか、貧しさの実験をしようとか、なんかそういうことですけど、実際のセネカの暮らしって、もう実はなんかむちゃくちゃ裕福で贅沢してた可能性はあるんですよね、これ。で、当時はその奴隷的な習慣とかまだあると思うんで、やっぱこうね、いろんな人たちをこう携えながら、もうなんかビーチでピナコラーダ飲みながら、タバコ吸ってるみたいな、なんかそういう、なんかめちゃくちゃ安っぽいイメージになっちゃいましたけど、なんかそういうね、超富裕層の感じの生活をしてた可能性がある。で、面白いのはやっぱそういう側面でも研究がやっぱ進められていて、で、セネカは自分自身をこう完璧な賢者みたいな感じに名乗ったことは一度もないっていう話があったりとか、で、むしろ自分も全然未熟で、もう治療中の患者みたいなものだっていうことを言っていたりとか、だからそういうことを書いてたりするんですよね。だからなんか、やっぱこうセネカっていうとこう偉大な哲学者とか偉人みたいな感じで語られますけど、でもそうではなくて、自分はそういう超富裕層で金持ちの立場で生まれてしまって、生きてしまって、じゃあその中でじゃあその自分の欲望とは何かとか、どういうふうに生きればもっと人は幸せになるんだろうかとか、多分そういうところを考えながらね、葛藤しながら生きてた人なんだなっていう、なんかそういう感覚で読むと、またちょっと新しいセネカの表情みたいなものが見えてくるんじゃないかなと思いました。だからセネカ自身はミニマリストではないけれど、一つのね、自分の生活を使って実験していた、実践者だったっていう、なんかそういう感じですかね。私も愚直にこれからも自分の実践を続けていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で、詳しい深掘り記事なんかはレターで書いてますので、概要欄よりチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。